広島県の寺にある追悼碑。亡くなった方は5名いらっしゃるんで、追悼ということにしたんですよ。日本名石川さんはですね、戦前戦中炭焼きをして暮らしておられる。そこには韓国人原爆犠牲者の文字が。話を伺ったのはこの寺の住職。長年にわたって遺族のところへ戻れずにいる犠牲者の墓を守ってきました。今日76回目の原爆の日を迎えた広島。引き取り手のない遺骨を家族のもとへ、そう今も願い続けている人たちがいます。At 9/11, 31,000 feet over Hiroshima, the Enola Gay begins the bomb run. 9:15, the bomb is dropped. The air 1945年8月6日午前8時15分、人類史上で初めて原子爆弾が投下された広島。爆発の瞬間には強烈な熱線と放射線が放出され、辺りには爆風が吹き荒れました。当時日本と戦争中だったアメリカ軍によって行われた大量殺戮。広島市の推計では10日から4ヶ月後までにおよそ14万人が亡くなったとされています。そして犠牲者の中には朝鮮や台湾から来た人たちなども含まれていたのです。原爆はまだ幼い子供たちの命も奪いました。13歳の妹を失ったある姉の言葉。7日の早朝、妹は死にました。素晴らしい青春がそこまで来ていたのに、恋も知らないまんま焼き殺されたのです。12歳の息子を亡くした母親は、早くお母さんもあなたのところに呼んでください。一日も早くあなたに面会したいのです。心の底から願った。我が子の亡骸は見つからず、発見できたのはその日着ていた制服と家から持って出た弁当箱だけだったといいます。広島平和記念公園内にある原爆供養塔。この付近は当時臨時の火葬場となり、身元不明の遺体が無数運ばれてきたといいます。その後、跡地に供養塔が建てられ、氏名のわからないおよそ7万人分の遺骨が納められました。ただ、中には氏名が分かっていても引き取り手がない遺骨も。広島市は815人分の氏名を公開していて、76年が経った今も遺族を探しているのです。広島市から車でおよそ1時間半、北広島町の常見寺市。ここには親子3代で遺族に代わり原爆犠牲者の墓を守り続けてきた人がいます。住職の常見昌文さんです。戦時中、寺周辺には今の韓国から数百人の労働者が訪れ、炭焼きの仕事をして暮らしていたといいます。この地区にですね、韓国人の方が何人も入っておられたんです。で、炭焼きをしておられたんですよ。結構心温まる交流もあったみたいですよね。一緒に酒飲んだとか、キムチを食べたとかね。家族ぐるみであったという付き合い。
生まれた国の違う子供が仲良く一緒の学校へと通う場面もあったといいます。しかしそうした平穏な日常を原子爆弾が一瞬にして破壊したのです。ちょうど8月6日にですね、広島の河原町の親戚の方のところに取られたということを聞いております。それで原爆に遭われて、そこで亡くなった方もおられるらしいですけどもね。でここに家があったもんですから帰られて、でこちらで今度原爆症で亡くなられたと。悲惨であったとも聞いてますから、ずっと最後はね。こちらは常健さんの祖父にあたる先々代の住職、被爆して死亡した韓国人の親子とその親戚合わせて5人の亡骸を弔ったといいます。私のおじいさんがお葬式をお参りをして、それから火葬にして、それから預かったでしょうね。別にここへ入ってこられたばっかりで墓地もあるわけじゃないし。寺に供養を頼んだのは日本名石川文吉さんという韓国から来た男性。5人とは行動を共にしておらず被爆を免れたといいますが、悲惨な家族の最後を見とることとなったのです。その後石川さんは日本が敗戦すると妻と弟の遺骨のみを持ち祖国へと帰りました。こうして石川さんの息子と姪2人の遺骨が残されることになったといいます。韓国に帰ったら手紙を出すからないって帰られたそうですよ。全く来んかったりて。韓国へと帰った後、連絡すると言っていた石川さんとは音信不通に、無情にも連絡が取れないまま40年近くの時が流れたといいます。そして先代の住職常健さんの父の代である動きが。昭和の終わり頃でございますけど、60年頃かなの木の木柱がね、字も消えてしまうし朽ち果てるんで、このままじゃ何もわからんなるなと思って私の親父が石にしたんで。3人分の墓はもともと木で作られていましたが、劣化したため常健さんの父が石で作り直したといいます。さらに同じ頃、探したいな思うじゃないですかどうなったかなと帰られた方はね。知り合いに韓国人の留学生がいたことから連絡の取れなくなった石川さんを探すことになったといいます。するとしばらくしてたまたまその人がバスの中で話しよったら、近くに住んでる人に出会ったのそうでございます。常健さんはすぐに住んでいる場所を訪ねてもらったといいます。ところがすでに石川さんは亡くなっていました。ただそこでは石川さんのもう一人の息子と会うことができたといいます。しかし、いやー、墓にお参りに行きゃいいんだけども貧乏しとるによいかんと言っちゃって、お金もないし、結構病気がちだったみたいです。30年前に一度は進展を見せましたが、叶わなかった遺族との対面。その後、石川さんの息子とは連絡が取れていないといいます。本当はね、まだはっきりしとる時にね、送り返してあげたらよかったのかもわからんですけどもね。こうした状況に常健さんは遺族に代わり原爆犠牲者の墓を今後も守り続けていくことを決めています。今後もですね、韓国の人がここで落ちちゃったんよ、仕事しちゃったんだよ、亡くなったんだよということはですね、伝えていきたいなと思っております。さらにこんな思いも。お参り来てくだされば一番ありがたいですけどもね。亡くなった石川文吉さんの代わりにいつか
孫やひ孫に日本を訪れて遺族が眠る墓に手を合わせてほしい。原爆投下から76年、今だからこそ伝えたい声がありました。